はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの平です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日から20日の新月から12月5日の満月までの2週間を星の解説とともにタロットリーディングしてみたいと思います。よろしくお願いします。それから11月20日にカペラノートの PDF 版が発売になりました。ご予約いただいた方はですね、すでにノート版をご予約いただいた方は11月末までにお届けできますので少々お待ちください。ありがとうございました。そしてノート、紙版じゃなくてね、情報だけでいいとか、iPad で書きたいわという方はPDF 版をご検討ください。では、いきます。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード7、ソード5、ワンドページ、忍者、フール、ペンタクルスの8の逆、そしてペンタクルスの9、気をつけることや対策が、女教皇とカップの8とオラクルはソードの4です。なるほど。なるほど。まず星の補足説明なんですけれども、この11月20日の新月からの流れっていうのは、天秤座さんにとっては、ものすごく何か価値あることが生まれるっていう感じがするんですね。この時期に経験することって、この時期だけじゃないんですけど、その前からおそらく計画してきたこととか、準備してきたこととか、もしくは突発的に起こることでもいいんですけれども、何かこの期間、に経験することって本当に自分だからできたことだなとか、この経験っていうのは自分にとって本当にもう、明土の土産ができるぐらいの、嬉しいことっていうのかな、価値あること。自分がこれをやりましたって言えるような、自分のなんか価値にすごく付随する、なんか大事な出来事って感じがするんです。なので、良かったなーって感じがすごくしてました。そして11月の22日以降っていうのは、太陽がいて座に入ることによって、人とのつながりがすごく活発になるんですね。横とのつながりとか、情報交換とか、もちろん SNS も含め。なので、流通とかがすごく回っていく、宣伝しやすいとかそうもそうですし、自分が移動していくっていうこともあるかもしれません。なので、とても何がってわけじゃないんですけれども、天秤座さんは天秤座さんらしく人と関わって、うまく流れに乗っていけるんじゃないかなっていうのが、星の動きから感じることなんです。だけどカードで見たときになかなか興味深くて、っていうのは、今のこの流れを天秤座さん自身がそこまで信じていないっていう状態が現れているんですね。で、なぜかって言ったら、おそらく自分の求めている理想の状態っていうものがあって、その理想の状態にまだ自分が到達していないと感じている、もしくは大丈夫かなこれでみたいな、そういった思いがあるから、すごく用意周到にしている感じがするんです。ここでもソードの7っていうカードが出ていて、自分がやってきたことって間違いじゃなかったのかなみたいな感じで、後ろを振り返ってみたりとか、なんていうか、なんていうのかな、その後ろを振り返ってみたりとか、その他の人からどう思われているのかなとか、なんかそういう他者の目をすごく気にして、自分がどうしたいかっていうよりも、周りにそぐわないんじゃないかみたいな、そういったことを気にしているのかなと思ったんですね。で、そしてさらに自分がここまでやってきたことに対し、すごく必死に頑張ってきたと思うんです。で、それってものすごく誇れることなのに、だからこそこの時期に経験できるし、この時期に経験することが自分の本当に誇りとか自分の価値、やっぱりこれでよかったって思えることなのに、なぜか必死すぎたから、もうこんな必死なのは嫌だっていうふうに思ってみたりとか、そこに至るまでの経験の中で自分がすごく揺れたことに対して、もうそんな風に揺れたりしたくないとか、もっと穏やかに生きたいみたいな感じで、ここまでめちゃくちゃ頑張ってきたこの功績を、素晴らしい功績を、なんか自分で見ないようにしているみたいな感じがあったんですね。そして今はちょっと一息入れて、やっとここまで来たな、みたいな感じがあります。だけど、なんか物事を到達した時とか、達成した時って、ものすごい達成感で嬉しいんだけど、同時に、
なんか空白の感覚みたいになる時ってありますよね。なんか、ずっと追い求めているものに向かっていってる時ってなんか進化してるような感覚がするけど、なんかそれが到達した時って、その続きがないみたいなのような感じがしたりする感じもあるかもしれないんですけど、カードが言われているのは、せっかくそこまでたどり着けたんだから、その空気感を楽しんでくださいと。次がどうなるのかとか、これを維持できるのかとか、その次の道はどれだろうって考える前に、もっと自由に喜んでください。この状況、今この瞬間を、みたいな感じで言われてます。この先どうなるかなんかわかんないけど、よかったじゃないですか、みたいな、そんな感じです。そして、この先っていうのは実際自分で作っていけますしね。で、この後がまたペンタクスの8にペンタクスの9ということで、めちゃくちゃ現実的にチャンスを掴んでいってるんです。だから、今の時点で、なんかどうだろうかとか、例えばここに至るまですごいお金がかかっちゃったなとか、もしくはなんか自分にとっては身の丈に合わないことをやっちゃったんじゃないかなとか、思うことがあったとしたとしても、それってめちゃくちゃすごい大きな飛躍なので、あの、そこまでできたぞっていうことをまず喜んでほしい。そして、その後は現実をただ丁寧に過ごしていくだけなんですよ、みたいな感じなんです。これはペンタクスの8で、ペンタクスの8っていうのはコツ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 毎日を過ごしている。で、これ本人はそれがいかに価値のあることかって分かっていないみたいな感じなんですよ。いつまでこれ続くんだろうと思いながらやってるみたいなカードなんですけど、実際はすごい力なんですね、継続の力って。で、それが結果チャンスに結びつくよっていうふうに言われているので、仕事にしてよ、自分の生活スタイルにしても、とにかくチャンスなんです。いい方向に向かってるんです。でもそれを喜ぶ余裕がないのかなってちょっと思ったんですよね。で、カードからのメッセージなんですけど、達成したり、もし何か今この時期に自分なりで、よくやったなって思うことがあったら、もうそれを胸に感じながらゆっくり寝てくださいっていうふうに言われています。この後はああしてこうしてああしてこうしてとかって考えずに、ただただゆっくり休んでくださいと。それが一番だなって感じがしました。なんか、せっかくここまで来たから、今のうちに次にとかね、なんか進みたくなる気持ちもわかるんですけど、なんかここでちょっとストップして大丈夫だよって言われてるんですね。一旦ちょっとそこで一呼吸入れましょうみたいな。でそうすることによって、自分が安心して毎日を過ごしていける。安心してやるべきことをやっていけるんだって感じなんです。で、それをやる才能はすでに天秤座さんの中にあるんです。だから心配しなくていいんです。自分でもうすでに備わっているものだから、それをただコツコツと毎日を丁寧に過ごしていってくださいっていうことなんですね。そうするとチャンスが来るっていう感じなんです。そんな感じかな。これ、なんとなく仕事上とか、これまで頑張って携わってきたことに対してのメッセージかなっていう感じはするんですけど、もしパートナーシップとかで感じてらっしゃるとしたら、せっかく幸せがそこにあるのに、なんか自分が後ろ指さされるんじゃないかみたいな感じで、警戒していたりとか、なんかやっぱりゼロに戻した方がいいんじゃないかみたいなことを思ったりする。でもゼロに戻すっていうよりも、まずそのごちゃごちゃした考えを保留にして、ゆっくり休みましょうみたいな。ゆっくり寝ましょう。心身ともにゆっくり休めたら、ちゃんと次に進む道があるよね、みたいな感じです。はい。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事見てみます。仕事。ちょっと今一番上に見えてたのが、ソードの8なんですよね。だからやっぱり自分の中であれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないみたいな、そういったものに縛られているとしたら、ちょっと緩めたいなって感じはありますね。仕事。仕事は死神のカードと、あとビクトリーの、ワンドの6のカードが出てますね。何か一つ終えるのかもしれませんね。あまりにもちょっとたくさんのことをいっぺんにやりすぎていたりとか、自分をちょっと縛りすぎているとか、責任とか義務とかで、本来の自分の喜びまでキュッてなっちゃってるって感じもするので、大丈夫ですよって一つや二つぐらい終えたところで、
失敗しませんか？大丈夫ですよ。みたいな感じがあります。とにかくなんかね、例えばの話ですけど、いろいろありますよね。あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないっていう、8個ぐらいの、もしプロジェクトとか自分が抱えてる責任とかがあるとしたら、2つはまずやめましょうみたいな感じです。自分にとって心地いいバランスで進んでいけますから、そのふうに決めたとしても周りは反対しませんよみたいな感じがあります。ちゃんと祝福してくれるし、分かってくれるっていう感じがあるので、仕事はちょっと整理が必要かもしれませんね。そして人間関係を見てみます。人間関係はワンドの2、マジシャン。カップのページですね。人間関係に関しては、なんか進めるか進めないか迷うみたいな感じがあるんですけど、ここでちょっと注意がありまして、何かを、自分が納得するように、または他者が納得するような形で収めなければいけないっていう思いがもしあるとしたら、そのどちらかにしなくちゃいけないわけではないですよ、みたいな感じのメッセージが来ています。どちらにするかっていうのは自分の中で答えを選ばなければいけないみたいな感覚があるんですけれども、それは自分が単にすっきりしたいからそうしたいだけであって、現実としてどちらか一個しか選べないわけじゃないですよ、みたいなメッセージです。で、それともう一つ人間関係で言われた時に、ここから新しく生み出せるんですって言われてるんですね。ここから新しく生み出せるんですと。なので、これまでの関係がどうこうとか、これを維持していくとか、そういうのではなく、これまで自分はこうだったからという意識ではなく、ここからフレッシュに自分のやりたいように関係性を築いていけますよってことなんです。その条件付けとかっていうのは自分でもしかしたら自分に条件付けを出してるかもしれないので、そしてやはり、なんていうのかな、もう心の感じるままに言ってくださいみたいな感じがあります。なんかハートはすごく求めてるのに、頭がダメだって言ってるみたいな感じとか、それを否定してるみたいな。で、なんとか自分の理屈が通るように形を変えなければみたいな感じがするけど、いやいやいや、もう、宇宙はどのようにでもエネルギーは形を変えてなるようにでもなりますから、みたいなメッセージだと思いました。だから本当に、今このね、ちょうど11月20日って前の動画でも言ったんですけど、本当に関わりたい人と関われるとか、信頼できる関係性にシフトしていけるタイミングなので、天水さん自身がすごくそれは得意なはずなのでね、自分自身が自分を信じて、ここから進めていくっていうふうに決めていただくと、前はこうだったからな、みたいなちょっと記憶をなくして、フレッシュに向き合っていくと、いくらでも作れるよっていうメッセージだと思いました。はい、いかがでしょうか。もし何か分かりましたっていう方は、いいねボタンやコメントをいただけると嬉しいです。もちろんチャンネル登録もお待ちしております。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。次回ですね、11月30日に、YouTube ライブを行います。これはカペラノートの使い方や説明をさせていただいて、それから Q&A をする予定です。で、YouTube のメンバーシップの方は9時45分から、質問にお答えしていくって、個人鑑定みたいなもんなんですけど、ちょっと今のこういった流れを踏まえて、お話しできる形でお話ししていくという形になります。もしタイミングが合う方いらっしゃいましたら、ぜひご参加いただけると嬉しいです。では、いきます。この期間ね、何か大事なことを経験できるっていう感じなんですけど、はい。このカードが出ました。いかがでしょうか？皆さんもね、何かご自身の直感使って感じてみてくださいね。自分の中に英知があるよっていうメッセージです。インスピレーションも使えるし、何か深いメッセージを宇宙から下ろせるよみたいな感じですね。そしてこれもそうなんですけど、やっぱハートから光が出ているっていう、ハートが求めてることをやってくださいみたいな感じがしました。はい、ということで、ここまでにしておきます。今回もありがとうございました。失礼します。